皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、芥川龍之介の短編小説、雲の糸です。極楽にいるお釈迦様は、地獄に落ちた男に救いの雲の糸を与えます。男は地獄から抜け出すために、その雲の糸を登り始めます。極楽の美しく穏やかな様子と、地獄の恐ろしい様子との対比も素晴らしいです。どうぞ最後までお聞きください。ある日のことです。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらと歩いていらっしゃいました。池に咲いている蓮の花はみんな宝石のように美しく真っ白です。その蓮の花の真ん中にある金色の髄からは何とも言えないいい匂いが絶え間なくあたりへあふれています。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の縁にお立ちになって、水面を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底で、水晶のような蓮池の水を透き通して、三途の川や針の山の景色が、まるで覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのです。するとその地獄の底で神田田という一人の男が他の罪人と一緒にうごめいている姿を見つけました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒です。しかし、たった一つ良いことをしていました。それは、ある日、この男が深い林の中を通った時のことでした。小さな雲が一匹、道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて雲を踏みつぶそうとしました。しかし、いやいや、これも小さいながら命のあるものだ。
その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、急に思い直して、その雲を殺さずに助けてやったのです。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この陀多は雲を助けたことがあるのを思い出されました。そうしてそれだけの良いことをした報いに、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけています。お釈迦様はその雲の糸をそっと手にお取りになりました。そして玉のような白い蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをお下ろしになりました。こちらは地獄の底の地の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた陀多です。どちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光っているのです。その心細さといったらありません。その上の方は墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものはただ罪人がつくかすかなため息ばかりです。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄の責め苦に疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているからでしょう。ですから大泥棒の陀多でさえも、やはり地の池の血にむせながら、まるで死にかかったカエルのようにただもがいているだけでした。ところがある時のことです。陀多は何気なく頭を上げて地の池の空を眺めました。するとそのひっそりとした闇の中を遠い遠い天の上から銀色の雲の糸がまるで人に見られるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてくるではありませんか。陀多はこれを見ると思わず手をたたいて喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるに違いありません。いや、うまくいけば極楽へ入ることさえもできるでしょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなるし、地の池に沈められることもありません。こう思いましたから、陀多は早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみました。そして一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。
もともと大泥棒ですから、こういうことには昔から慣れているのです。しかし、地獄と極楽との間は何万里もありますから、いくら焦っても簡単には上へ出られません。しばらく登るうちに、とうとう神田田も疲れて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がありませんから、まず一休み休むつもりで、糸の途中にぶら下がりながら、はるかに下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた地の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れています。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になりました。この調子で登っていけば、地獄から抜け出すのも意外と難しくないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡めながら、ここへ来てから何年も出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところが、ふと気がつくと、雲の糸の下の方には、数えきれないほどの罪人たちが、自分が登った後をつけて、まるでアリの行列のように、上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開けたまま目ばかり動かしていました。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸が、どうしてあれだけ多くの人の重さに耐えることができるでしょう。もし万が一途中で切れたなら、せっかくここまで登ってきたこの自分までも、元の地獄へ真っ逆さまに落ちてしまわなければなりません。そんなことになったら大変です。が、その間にも罪人たちは何百も何千も真っ暗な地の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうにかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に尋ねて登ってきた。降りろ、降りろ、と叫びました。その途端です。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神田田のぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。
ですから寒暖もたまりません。あっという間に風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の真ん中に短く垂れているばかりです。お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいました。が、やがて寒暖が地の池の底へ石のように沈んでしまうと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする寒暖の無慈悲な心が、そうしてその心にあった罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様の目から見ると、浅ましくお思いになったのでしょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことは気にしません。その玉のような白い花は、お釈迦様の足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えないいい匂いが絶え間なくあたりへあふれています。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。いかがでしたか？自分さえ良ければいい。他の人はどうでもいい。そんな行動をした瞬間に、雲の糸は切れてしまいました。自分自身の日頃の行動を見直すきっかけになる物語ですね。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。